皆さんこんにちは。今回は Adobe のイラストレーターの新機能であるテキストからベクター生成を使って素早くイラストを作成する方法を紹介します。これは Adobe の Firefly の生成 AI の技術を利用した機能で、プロンプトに生成したいイラストの説明を入力することで簡単にイラストを作成することができる素晴らしい機能です。生成されるイラストはベクターデータのため全て編集可能で、無限に拡大縮小でき、ロゴに適したシンプルなイラストやパッケージを飾るための大胆なモチーフなどさまざまな場面に利用できます。動画の最後では生成したイラストを 3D レイヤーとしてアニメーションさせる手順を紹介します。簡単な手順なので皆さんも同じように試してみてください。それでは始めます。長方形ツールを選択し、イラストを作成したい大きさに長方形を作成します。テキストからベクター生成はプロパティから操作できます。これは AI を利用したイラストレーターの新しい機能です。作成できるイラストの種類は被写体、シーン、アイコン、パターンの4種類あります。被写体は車や動物などアートワークに追加するための背景なしのベクター要素を生成します。シーンは背景などのようなシーン全体を生成します。アイコンは背景のないシンプルなベクター要素を生成します。パターンはタイルを繰り返すパターンを生成します。今回は被写体とシーンの2つを使ってイラストを生成してみます。ここで一つ注意点があります。テキストからベクター生成の機能を使うときにはクレジットと言われるポイントのようなものが消費されます。生成1回につき1クレジットが消費されます。イラストレーター上ではクレジットが消費されたことが明記されないので注意が必要です。月間に使用できる生成クレジット数は契約しているプランによって異なります。使用できるクレジット数は自分の Adobe アカウントで確認できます。クレジット数に注意して生成機能を使いましょう。まず背景を作りたいのでシーンを選択します。するとすぐにサンプルプロンプトが表示されます。自分が作成したいイメージに近いものがあればサンプルを使うこともできます。生成には約30秒ほど時間がかかるため動画内では早送りしていきます。サンプルプロンプトを選択し生成ボタンを押すことで他のバリエーションを見ることもできますし、プロンプトを少し調整することでより自分のイメージに合ったものを生成できるので便利です。歯車マークを押すとディテールが調整できます。数値を上げるとグラデーションなどがより細かくなりますが、クオリティが上がるというわけではないようです。生成したいイラストのイメージや好みに合わせて調整してみてください。それでは今回生成したいイラストのプロンプトを入力してみます。宇宙、たくさんの惑星と入力してみます。生成を押します。惑星全体がきちんと見えるものが良いので、周囲に余白というテキストを追加して再度生成します。先ほどよりも惑星が見切れることが少なくなりました。より細かくイメージを書き込んでみましょう。パステルカラーの宇宙、メルヘンチックというテキストを追加してみます。柔らかい雰囲気を作りたいのでピンクと指定してみます。
かなりイメージと近くなりました。他のバリエーションも見てみましょう。プロンプトはそのままで、もう一度生成を押します。この左側のものが良い感じです。これをベースにいくつかイラストを作成してみます。不要なレイヤーは削除しておきます。レイヤー名はベースに変更します。新規レイヤーを作成し、長方形ツールでイラストのサイズを決めます。種類を被写体に変えます。プロンプトを入力します。パステルカラーの宇宙飛行士メルヘンチックに書き換えました。雰囲気を合わせるためにスタイルピッカーを選択し、先ほど生成したベースのイラストをクリックします。スタイルピッカーを使うと参考画像やアートワークからスタイルを抽出できます。全身のイラストが欲しいので、もう一度生成します。少し動きが欲しいので、プロンプトに体を曲げると追加してみます。他のバリエーションも生成してみましょう。先ほど生成したイラストは履歴に残っているので、バリエーションを見比べて選択できるのでとても便利です。生成します。片手を上げているポーズの宇宙飛行士に決めます。同じ流れであと3つイラストを生成してみようと思います。不要なレイヤーは削除します。新規レイヤーを作成し、長方形ツールでイラストのサイズを決めます。プロンプトを書き換えます。かけるペガサスメルヘンチック羽が生えたペガサスにしました。生成します。この真ん中の少し丸みのあるペガサスがイメージに近いので、プロンプトに可愛いを追加してみます。生成します。左側のイラストが一番良い感じです。3つ目を作成します。新規レイヤーを作成し、長方形ツールでイラストのサイズを決めます。プロンプトは丸い宇宙船、ロケット、メルヘンチックにします。生成します。
他のバリエーションも見てみます。左上のイラストが一番バランスが良いので、これに決めます。背景がついていますが、後で背景を非表示にすることもできますので、気にしなくても大丈夫です。最後のイラストを生成します。新規レイヤーを作成し、長方形ツールでイラストのサイズを決めます。プロンプトは丸い宇宙船、UFO、メルヘンチックにしました。生成を押します。不要なレイヤーは削除しておきます。UFO のイラストでよく見る円盤の下部分に半球状のライトのようなものがついている UFO にしたいので、プロンプトに球体が3つを追加してみます。生成を押します。プロンプトを変えて再度生成します。なかなかイメージに合ったものが生成されません。もう一度生成してみましょう。イメージに合ったイラストができるまで生成を繰り返してみます。このプロンプトではイメージに合ったイラストができそうにありませんね。球体が3つというテキストは削除して再度生成します。プロンプトの丸いという言葉が円盤ではなく球体を表現してしまっているようなので、丸いという言葉を削除して生成してみます。生成した中で一番イメージに近いものを選びます。ベースとなる背景と4つのイラストを生成してみました。これでイラストの生成は完了です。次はアフターエフェクツでアニメーションするための準備とアニメーションの作成手順を紹介します。アフターエフェクツに読み込むための準備をします。まずはイラストの不要な部分を非表示もしくは削除します。 AI を使った自動生成ですが、細かくレイヤーに分かれているので簡単に不要な部分を非表示にすることができます。今回は宇宙飛行士の影とロケットと UFO の背景、ベースの惑星たちの背景を非表示にします。ここで一つ注意があります。イラストは細かくレイヤーに分かれていますが完全ではありません。稀に予期せぬ場所が同じレイヤーに含まれている場合があります。イラストが欠けてしまわないようによく確認しながら非表示にしましょう。次はイラストに名前を付けます。アフターエフェクツで作業しやすいように分かりやすい名前を付けます。最後にファイルを保存します。ファイル、別名で保存を押します。私はよく
イラストの元データとして保存するファイルとは別に、アフターエフェクツに読み込むためのファイルを保存します。今回も別名で保存します。ファイル名の最後に_AE とつけて保存します。これでイラストレーターでの準備は完了です。次はアフターエフェクツでの手順を紹介します。それではイラストレーターで描き出したイラストをアフターエフェクツで簡単に動かしてみましょう。出来上がりはこんな感じです。カメラが奥に進んでいくという単純なアニメーションです。 AE のカメラを使って 3D アニメーションを使用します。ではエクスプローラーから AI ファイルをドラッグしてインポートします。このままコンポジションとして読み込みます。読み込んだコンポジションをダブルクリックします。 AI で付けた名前でイラストが正しく読み込まれています。ここにカメラを追加します。コントロールプラスオルトプラスシフト C でカメラを作成します。今回は目標点はいらないので1ノードカメラを選択して焦点距離を標準の 50mm から広角の 15mm に設定して作成します。すべてのレイヤーの 3D スイッチをオンにして 3D レイヤーにします。これでレイヤーのパラメーターが3次元になり Z の値が追加されました。このように1の Z の数値を動かすとイラストを奥行き方向に動かすことができます。今プレビュー画面がアクティブカメラとなっています。アクティブカメラとは実際レンダリングするカメラの視点です。この状態だとこのコンポジションのレイヤーの位置関係を把握しにくいのでカスタムビューに変更します。カスタムビューの表示は自分で好きな角度、位置に調整することができます。カスタムビューカメラは最終レンダリングには全く影響せずコンポジションのレイヤーの位置関係を把握するために使えます。右下のプルダウンメニューを2画面にします。右側がアクティブカメラになっていて左側をクリックすると左側はトップビューになっています。真上からの視点です。これをカスタムビューに変えます。これで右がアクティブカメラ、左がカスタムビューになりました。今レイヤーとカメラの位置関係はこういう状態です。5つのレイヤーは Z1、0の位置に並んでいます。この同じ Z 位置にいる状態でそれぞれのレイヤーのスケール感を正します。 UFO より人が大きいのはおかしいので UFO とロケットを 130%、 宇宙飛行士を 90%、 背景の惑星を 400% にします。 AI データは連続ラスタライズをオンにすることでベクターデータとして扱えます。ベクターデータは拡大による劣化がなくなります。特に背景の惑星は 400% に拡大したので連続ラスタライズをオンにしないとボケてしまいます。それではレイヤーを Z1 で奥にずらしていきます。まず一番奥の惑星の Z1 を1000にします。 Z1 の数字は大きくすると奥に移動します。宇宙飛行士は600、ロケットは500、ペガサスは100、 UFO は0のままにします。レイヤーの順番も変えておきます。ではカメラを動かしていきます。カメラの位置を右クリックで次元に分割します。これで X、Y、Z でパラメーターが分かれたので Z1 にだけアニメーションさせていきます。 Z1 にエクスプレッションを使用します。オルトを押しながらストップウォッチをクリック、バリュープラスタイム ×30 と入力します。バリューとはこのパラメーターの値なのでこのパラメーターの値に毎秒30ずつプラスしていきますというエクスプレッションです。さらにここにアニメーションの序盤に勢いよくズームさせます。 Z1 に0フレームでキーフレームを打ち9フレーム後に-400と入力します。再生します。レイヤーが見切れているので画面内に入れてあげましょう。ペガサスの X1 に600、Y1 に650と入力します。 UFO の X1 に1200、Y1 に650と入力します。再生します。 OK ですね。ロケットを Z 回転に-45と入力して傾けましょう。すべてのレイヤーのモーションブラースイッチをオンにします。そしてコンポジションのモーションブラーをオンにすれば適用されます。再生します。モーションブラーにより最初に勢いよくズームするときに迫力が増します。こちらがモーションブラーオンオフの比較です。右側の画面はイラストがブレているのが分かります。最後に被写界深度を追加します。ピントのコントロールをしましょう。
このボケがカメラを使う大きなメリットでもあります。カメラオプションの被写界深度をオンにします。とりあえず絞りの数値を500にしてみます。被写界深度のスイッチがちゃんと効いていることが分かります。 UFO 以外がボケました。 UFO にピントが合ってるように見えます。ではフォーカス距離の数値でピントのコントロールをします。プレビューの左の画面をトップビューに変えます。左の画面を選択しトップビューを選択します。初めてトップビューを見た人は分かりにくいかもしれませんが、ピントを合わせるときはトップビューがやりやすいです。カメラがここにあり、手前から UFO、ペガサス、ロケット、宇宙飛行士、この一番後ろにある大きいのが背景の惑星です。そしてこの赤い三角がカメラに映っている範囲です。カメラを動かしてみます。カメラがこのように動いています。そして三角の上の辺がフォーカス位置です。今 UFO のレイヤーと三角の上の辺が重なっています。なので UFO にピントが合っているということです。カメラのフォーカス距離でどこにピントを当てるかコントロールできます。このようにフォーカス距離をドラッグして変動させると、右側の画面を見てください。ピントが当たっている位置が変わっていくのが分かります。0フレームと9フレームで UFO にフォーカス距離を合わせてキーフレームを打ち、5秒後に背景の惑星にフォーカス距離を合わせてキーフレームを打ちます。再生してみましょう。手前から徐々にピントが合っていくような映像ができました。では絞りを適正な数値に調整しましょう。500から50に変更します。再生します。カメラに回転をかけましょう。0フレームでキーフレームを打ち、5秒後に10度と入力します。再生します。いい感じです。これで完成です。いかがでしたか？今回紹介したテキストからベクター生成の機能を使えば、アニメーション制作の時間を短縮することができます。はじめは自分のイメージをプロンプトで表現することに苦戦するかもしれませんが、楽しみながら慣れていってください。生成ボタンを押すごとに生成クレジットが消費されていくことに注意してくださいね。ご視聴ありがとうございました。